はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。儲かってますか？ということで、本日はマキネッターズの回でございます。ビアレッティブリッカのインダクションを持ってきました。あれ、この間やったじゃないかっていうことでね、なんですけども、ご質問をいただいたんですね。で、このインダクションとね、名の付くビアレッティのね、機種というのは基本的に IH 対応の機種なんですね。で、このブリッカインダクションに関しても最近出たばっかりなんですけども、この間ね、IH でちゃんとブリッカとして使うことができました。直火でも使用できるということを書いています。で、実際にこれ使えるんですかねっていうね、ご質問をいただきまして、そういうのは実際にやってないなと思ったので、このブリッカインダクションを今日は直火で通常のマキネットのようにね使って、入れて実際に大丈夫かどうか検証していきたいと思います。ではマキネッターズの回なので初めの合図はこれでいきたいと思います。全国マキネッターズの皆さんご唱和ください。 We are マキネッターズ。行ってみよう。ではね、実際これから入れていこうと思うんですけども、そういえばね、もう最近ね、このマキネッターズに入られた方、勝手に入れちゃったから、始められた方はね、全部マキネッターズともう僕はね、捉えてるんですけども、もう新たにこうマキネッターに興味を持ってやっていただく方が増えてきたと思うんですよ。一応ね、そんな方々向けに、こういった圧力計、強くかかるタイプのマキネッターを使用する場合、ちゃんと守ってほしい4箇条があります。1個目は、水の容量をちゃんとこう測ってください。ブリッカーのね、今回のこの4カップに関してはこういった計量カップがついてます。なのでこれでちゃんと測ってください。ブリッカの4カップの場合は180ml の水ですねを使用してください。圧力が強い系のマキネッタではなくて通常のマキネッタでやる場合は結構ね、この圧力、このね安全弁の下あたりまでの水位ってよく言うと思うんですけど、ブリッカに関してはそこまで水を入れちゃうとこう上からジュワーってねこう吹き出しちゃう可能性があるので、そこは気をつけてくださいね。で2点目ですね、こちらコーヒーを詰める際に後でもやりますけども、慣らすためにね、私なんかタンパーなんか使ってきれいに平らにするんですけど、基本的にグッと押す作業、タンピングというのはもう NG です。もうあんまりやんない方がいいですね。なのでそれはやめてください。で今のね、2番目と同じなんですけど、コーヒーの引き加減、これ3番目ですね。3番目なのか2番目なのかあれなんですけど、コーヒーの引き目というのはパウダーはもう×です。極細引きは×です。余計なね圧力がかかってちょっと危なかったり、もしくは雑味がすごい出てしまうのでそれはやめてください。であとね、クレマができるタイプって言われてるんですけど、クレマは必ずしもできるものではありません。なので、状況によってねできなかったりします。なんですけどそれはね失敗ではないんですね。マキネッタというのは本来こう濃厚なコーヒーを入れる道具なので、クレマがたとえ出なくても濃厚な美味しいコーヒーが抽出されていれば基本失敗ではありませんので、そこはね豆の種類にもよるので、いろんなのを試してクレマがどういった感じにやれば出るかなっていうのは、ご自身でねいろいろ探ってみてください。で一番最後ね、これ重要なんですけど、このマキネッタというのはもう熱源に直接上げてこう圧力をかけてね、抽出する道具なので、もうこれねだいたい4分5分ぐらいでほとんどの機種は抽出され始めます。なのでもうね、例えば6分ぐらい経って火にかけて6分ぐらい経って抽出されないなって思ったらもう抽出をそこで一旦中止してください。で自分のセットの仕方が合ってるかとか、なんかねこう忘れてないかとかチェックをしてください。引き目を間違えたりとか、水がねこの安全面より上行っちゃってるとか、そういうのを必ずチェックしてください。もう6分以上経って抽出されない場合っていうのはまず美味しくないですし、ちょっとね圧力が高まっちゃってる可能性があるので危ない状態になっちゃうんですね。はい、ちょっとね長くなっちゃいましたけど、ということで早速ねこちら直火でやってみたいと思います。
はい、皆さんお疲れ様でございました。いやね、早速入りましたね。実験成功ということで、クレマもね、大体こんな感じですね。まずはいただきます。美味しい。やっぱ濃厚で最高なんですよね、マキネッタのこのモカコーヒーと言われるものですね。これをね、何回かやってる時に同じ豆でもね、で条件そんなに変わんなかったんですけど、やっぱりクレマが出ない時もあるんですね。ただこんだけ濃厚な美味しいコーヒーが入ってるっていうことは、もうこれでもうこの道具は成功ということになりますので、こう注いだ時にかなりクレマがあるようにね、見えましたけども、少し経ってくるとやはりね、このクレマの細かさっていうのはやはり限界があるんですよね、マキネッタって。なのでこんな感じになってきます、時間が経ってくるとね。なのでクレマがね出ないからといって失敗というふうにはね考えないでいいと思います。で、今回の実験の趣旨に戻ると、インダクション、ブリッカインダクションで直火でやって、ちゃんと抽出はできました。でインダクションなので IH も抽出ができてます。なので両方の熱源でね、しっかり抽出ができる機種ということがね、ちゃんと証明できたということですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS、ブログなんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。We are Makinetas!